皆さんこんにちは。今回はですね、久しぶりにラジコンを始めて間もない方向けのお話です。ドリフト系のラジコンだったり、競技志向でラジコンを始めるって方だと、結構早い段階でこの壁にぶち当たってくるんじゃないかなと思います。というのもですね、自由に RC メカを選びたいって思った時にですね、思わぬ罠が潜んでいたりするんですね。ということでですね、今回お話しするのは ESC やモーターを購入する前に確認しておきたいこと、そして持っておきたい工具についてのお話です。まずですね、タミヤ系のキットで RC カーを始めた方だと当たり前のようにモーターや ESC から配線が出てて、配線にはギボシやコネクターが付けてあって差し込めば接続完了っていうものになってますね。もちろんですね、他メーカーのモーターや ESC も同じくこんな感じで配線やコネクターが取り付けてあるものっていうのはあるんですが、こういった配線&コネクター取り付け済みの商品ってどちらかというとエンジョイ RC 向けの商品が多くて、競技志向な ESC やモーターだと全てではないんですが、配線が施されてないことが多いんですね。というのもですね、 RC カーの配線って取り付ける位置関係によっては長すぎたりするので、これを短く切って配線し直したりっていう作業をする方が多くて、競技に出られてるベテランの方は極力配線を最小限の長さにしたり、こだわりの配線を使用したりするので、そういった部分も含めてですね、高性能モデルの ESC やモーターには配線を施されてないことの方が多いんですよね。なのでですね、ESC やモーターを高性能なものにしたいと思って購入したのに、配線はってなってしまうことがあると。最近では高性能な競技志向モデルイコールブラシレスという感じになってきてるので、配線が施されてない商品ってブラシレスモーターやブラシレス ESC で見かけることが多いのですが、ブラシモーターやブラシ用 ESC でもコンペティションモデルの場合は配線がされてないものもあります。ということでですね、先ほど少し見ていただいたんですが、こんな感じでタミヤの ESC は配線済みですね。他にもこちら G-FORCE さんのブラシレスモデルの TS50 というモデルなんですが、これも配線済み。これの現行モデルに位置する BLC50 も配線済みですね。あとはですね、こちらはブラシ用のモデルなんですが、ホビーウィングのクイックラン1060も配線やコネクターが付いている状態で、他にもですね、高性能モデルの中ではアキュバンス製の ESC は基本的にこんな感じで配線済みで販売されてますね。しかしですね、こちら G-FORCE のブラシレス ESC で TS120 や TS160、 これはもう配線がまるっと未接続の状態。ホビーウィングのブラシレスモデルの中ではローコストな 10BL120 だとこんな感じで配線はついてるんですが、コネクタやギボシは一切ついてない状態で、同じくホビーウィングのブラシモデルでクローラーブラシドというモデルだと配線はついてて、バッテリーコネクターも XT60 がついてる状態なんですけど、モーターの方はギボシがついてないと。で、モーターに関してもタミヤのモーターってほとんど配線済みなんですが、一部ですね、競技志向モデルのトランスピードっていうこのモーターだとこんな感じで配線はされてないですね。ブラシレスモーターの場合はタミヤの TBLM シリーズやヨコモのゼロシリーズ、G-FORCE のネオファストシリーズくらいしか配線済みのモーターってないのかなというイメージで、ほとんどのブラシレスモーターが配線が未接続状態で販売されてます。中にはですね、アキュバンス製のモーターのようにヨーロピアンコネクターのメス側がモーターに取り付け済みというモデルもあります。アキュバンスってちょっと高価ではあるんですが、そういった部分は優しいですよね。他にはこれブラシ用の ESC でちょっと昔のコンペティションモデルの ESC なんですが、こんな感じで配線は全くされてない状態ですね。で、こんな感じで中に別で配線が入ってたりしますね。同じようにこちらはオリオンの競技用モーターですね。見てください。110ドル。やば。これもですね、配線がないんですね。というような感じで、ブラシモーターにも配線未接続状態で販売されているものっていうのが結構あるんですよね。いや、本当にこういうのややこしいですよね。でもですね、いろんなバッテリーとかモーターとか各種コネクターとかがあって、メーカーさんとしてもどういう状態で販売すべきなのかっていうのが難しいですよね。なのでですね、ESC やモーターを交換しようって思った時には、どれにするか選びつつ、配線済みなのかどうかっていうのもしっかり確認していただいた方がいいんですが、配線済みかどうかわからないっていう商品も中にはあって、せっかく買ったのにつけれないじゃんっ
ってなることもあると思うんですよね。とはいえですね、使うバッテリーやシャーシごとにメカを乗せる位置やモーターとの距離も違うので、配線をスッキリさせるためには潔く配線がついてない状態で販売されてた方がいいっていう意見もあるので、ここが RC カーを始めて間もない方がこういったメカ類をアップデートする時の壁になるのかなと思いますね。そこでですね、もっと自由に RC メカを選びたいという方にはぜひ持っておいていただきたい工具についてお話ししていきたいと思います。ということで大きく分けて2つご紹介させていただこうと思うのですが、まずその1、これはもう予想されている方も多いとは思うんですが、ハンダゴテですね。正直ですね、これさえあればもう何も怖くないです。ただハンダゴテも種類が結構多くて、どれを買えばいいのかって悩みますよね。で、私はですね、この太陽電機産業株式会社のこれなんて読むんですかね、グッドのセラミックヒーター式のハンダゴテですね、使ってます。ハンダゴテって比較的安価なニクロムヒーター式と、ちょっと高価ではあるんですが、比較的早く熱を持ってくれて、熱を持つ部分がニクロムヒーターと比べて短いので、少しだけ持ちやすい印象のセラミックヒーター式があります。ただですね、価格は圧倒的にニクロムヒーター式の方がお安いです。使いやすさでは、私はセラミックヒーター式の方が使いやすく感じるんですが、ここはですね、お好みで選んでいただいて問題ないかなと思いますね。で、ハンダゴテを選ぶ上で重要なのが温度と先端の形状かなと思いますね。熱を与え続けると ESC とかモーターを壊してしまう可能性があるので、40W から 60W くらいのハンダゴテで、こんな感じで先端が広い方が熱を伝えやすくて作業を短く済ませられるかなと思います。ただですね、40W から 60W ぐらいのハンダゴテって500度を超えるところまで熱することができるので、不安な方はですね、さらにハンダゴテ用のパワーコントローラーを用意していただいて、ある程度の熱量に抑えるとより安心かなと思いますね。それでですね、ハンダゴテってめちゃくちゃ熱くなるので、しっかりとしたハンダゴテ台やハンダ付けする対象物をしっかりと保持しておけるこういったヘルパーなども用意しておくといいかなと思いますね。そして使用するハンダですが、これもですね、結構いろんな種類があるんですけど、銀入りハンダ、悩んだ時はこんな感じで RC メーカーから発売しているハンダを使用するといいかなと思います。それとですね、これは賛否ございますが、ペーストを使用するとハンダが定着しやすくなります。これによって導電性がっていうコアなお話も耳にはするんですが、壊すよりはいいので無理せずこういったものも使っていきましょう。あとはですね、こういった余分なハンダを吸い取ってくれるものがあれば、多少ハンダを盛りすぎた時とかやり直ししたいっていう時にも役に立つので、こういったものも持っておいた方が気持ちが楽になるかなと思います。こんな感じでですね、全部揃えると少し高価なものにはなってしまうんですが、一度揃えてしまえばもうどんな RC メーカーが立ちはだかっても怖くないので、ぜひですね、 ESC やモーターを高性能なものに交換したいという方は、いろんなものの中から本当に好みの ESC やモーターを何も気にせず購入できるんじゃないかなと思いますね。そしてその2、電光ペンチですね。これはですね、慣れてくると使用頻度が減ってしまうかなと思うんですが、エントリーモデルのメカ類のほとんどがモーターはギボシで接続、そしてバッテリーはタミヤコネクターになってるというものが多いと思うので、 ESC をそれと同じ接続方式にして取り付けるためには必要な工具になります。ただですね、こんな感じで全てヨーロピアンコネクターにしてしまう場合には必要ないので、そこはですね、ご自身の RC メカの接続方法に応じて用意すべきか否かご判断いただければなと思います。それとですね、 ESC と受信機のメーカーが異なる場合に、コネクターの形状加工ではなく、そのものを交換して形を合わせようと思うと、コネクターの中のピンを交換するためにこういった一回り小さい電光ペンチも必要になるので、持っておくと便利かなと思いますね。とこんな感じでですね、ハンダゴテセットと電光ペンチがあると RC メカ類の交換時に困ることはなくなるかなと思います。中にはですね、便利な変換ケーブルとか配線を挟み込むだけのハンダ付きが必要ないタイプのヨーロピアンコネクターなど、極力ハンダ付きを避けるための便利なアイテムなどもあるんですけど、そういったものを使うと ESC やモーターの選択肢が狭くなって配線も多くなってしまって、シャーシが配線だらけになるということもありますので、ぜひですね、 RC カーにハマってきたぞって方はですね、この辺りを揃えていただいて、いろんなモーターや ESC を楽しんでいただければなと思います。終わりということで、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さやかでした。